自宅の太陽光発電、家の太陽光発電、つけて23年経って分かった重たい現実。あの頃まだ30代半ばで取り付けしました。知識も浅く、若かったのかバカだったのか、もう今更どうでもいいことですが、情報は業者とメーカーからの話だけでした。私は今よりも情報が少ない時のスタートではありましたが、この本質は情報が多いからとか少ないからとかではなく、今でも変わらないと思います。当時の具体的な話を参考に、今に活用していただければとも思います。23年経った今、分かったことは、太陽光は住宅購入の次に慎重に決めなければならないこと。自動車の購入よりもずっと後々まで大きく荷物でも、またゴミでもあること。人がどう言おうと簡単に手を出すべきものではない消費財だということがはっきり分かりました。人がとは、周りがやってたからとか、うまい話だからとか、今なら昔よりも安くなったからとか、口コミやネット情報も人が言ったことで、それも含めて全て他人が言ったことです。どんな良くなった話やメリットを言っていても、簡単に自分が手を出すべきものではないということを私はここで言いたいです。なぜかというと、人の話は通り一遍で決断したその人のことを1分1秒ずっと見守ってくれるわけではありません。決めた人は長いこと太陽光の具体的な現実と向き合い続けなければならないから。もし決めたならば、人が言ったことには責任はなく、参考情報として自分で決定したことであり、すべて自己責任と腹をくくれるなら決めてもいいと思います。そうでないなら手を出すべきものではないことを言いたいです。太陽光。例えば私の場合、固定買取卒業を経験した世代で、なおかつ太陽光設備がとても高額な時に設置した世代です。当時 3.5kW 程度で、税込み一式280万円もかかった頃の世代です。しかし聞いてください。この280万円、今聞いたらぼったくりと思われる金額でしょう。なぜなら280万円もあったら 8kW 余裕じゃないと言いたくなる金額ですからね。ところが23年前の相場はもう少し高く、結構勉強してもらった金額だったんです。今思えば太陽光の価格が下がり始めた早々期ともいえ、26年前は税込み600万とか500万とか言われ、業者からも同席していたメーカーの人からも3年前の半額で取り付けられますよという話だったんです。そしてそこに加えて30年前は一式1000万円とかでした。それも 2kW ちょっとで。それで当時はなかなかできない容量 3kW 超えで280万円が安かったのは事実です。過去の話や金額を聞けば当然お得感はあの時感じました。しかし今思えば太陽光は毎年価格が下がり続けました。このような相場の下落を読み取るのは投資と同じですよね。サラリーマン感覚で手を出したらどうなるか。そういう消費財だったんですよね、実は。今ならもしや 10kWできるのではないでしょうか。高く取り付けて発電効率の低い旧式のパネルでは採算取れないのは当たり前でした。相場の動向を見る目があればよかったんですね。また新築した後に後付けで付けたので、住宅ローンには組み込まなかったため、ソーラーローンの金利は高めで、高めといっても今は 2.5% 程度だと思いますが、当時のソーラーローンは 4% 台というのが当たり前。その金利負担で売った電気の収入は全て飲み込まれ、採算どころか収支はマイナスになりました。やるなら現金が一番です。フィット固定買取が40円でもこれではプラスになることはありえなかったんですね。つまり1993年から2000年代前半頃の取り付け世代は赤字や大赤字は当たり前。当時余裕を持ってつけた人がせいぜいごく最近になってやっとプラスマイナスゼロとか、そんなところでしょう。あと、儲かった取り付け世代の話をします。面白く感じない人も多数おられるかもしれませんが、聞いてください。特定世代の人たちだけですので。固定買取を卒業する人が出始めの頃、フィット卒出始めは2019年からです。2009年から2013年頃設置の人、わずかな期間の人は、太陽光パネルの値段もだいぶ安くなり、しかも買取価格は高い。40円、42円の時の取り付け世代ばかりです。その後、蓄電池をつけても、もう7年、8年ですでに元が取れているから大丈夫と、大船に乗った人たちは、
余裕があり、蓄電池の費用のリスクはあまり感じなかったでしょう。蓄電池を取り付けて自家消費になっておられるようです。儲かってるから大丈夫ですよね。こういう一部の方々は。そしてその後、2015年16年以降に設置した世代の人たちは、買取価格がどんどん下がり始め、ストレートに収支採算性が軒並みダウンし始めた、そういった世代の人たちではないでしょうか。残されたのは、再エネ賦課金、託送料金相当額というものが、使った電気料金に付加され、実際には負担というマイナスが発生しています。その分を買取価格から差し引いたら、一体本当の買取額はいくらよと。例えば売電金額が 1kW17 円として、再エネ賦課金使った分に対して 3.5 円 1kW かかって、託送料金相当額が10円だとすれば、13.5 円が 1kW あたり引かれてしまうという、実際に発電した量と自宅で使った量っていうのは比例するものではありませんが、1kW17 円売電から 1kW13.5 円引かれているような感覚、そういった分は引かれています。今や本当に太陽光発電はいくらで売電されているのという本当の真実はいかに首をかしげるような金額だと思います。いかがでしょう。ましてや太陽光をつけていない人でも再エネ賦課金と託送料金相当額は負担することを余儀なくされている始末。さらに太陽光発電は長期間使用しなければ何のメリットもなく、長期間使用するということは必ずやメンテナンスも発生するものです。今ではメンテナンス20年とかマキシオンだったら40年とかいう話もありますが、定期のメンテナンスの費用はかからないとしても、不良のことが起これば、その分は実費になると言えるでしょう。そして、メンテナンスが充実した今であっても、最終的なパネルの撤去処分費用は、未だ保証してくれる窓口はどこにもありません。最終的には太陽光パネルの処分を余儀なくされると言えます。屋根につければ屋根の上に置いとけばいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、屋根に設置の場合は必ずメンテナンスは出てきます。それはなぜかと、屋根が傷むからですね。そういった場合のメンテ費用はかかってくるものです。そして必ず最終処分が出るときには、それなりの処分費用もかかりますので、最終的に本当に採算が取れるものなのか、電気料金爆上げの時代に対して本当に太陽光パネル、蓄電の取り付けがそれに対する対応策になるのかということは全くわからないと言えます。自動車の購入よりもずっと後々尾を引きますよね。車は廃車すれば、5年、10年、長くても10年で乗り換えしますし、太陽光パネルはそういうわけにはいかない代物です。人が何と言おうと、もしタダで取り付けできようとも、やはり簡単に手を出すべきものではない消費財ということがはっきり分かってきました。太陽光発電、現実はつけたら後戻りはできません。つけてしまった私も後戻りはできません。じゃあどうするか。採算は全く取れず、撤去費用も見込むとマイナス120万円が確定しています。私はどうするかということになりますと、撤去を考えてもいましたが、ちょっと悔しいのでこのままでは終われませんので、今考えているのは、もうつけてしまったからには使い潰して、発電が少しでもある以上、ものすごく遅いですけど、少しずつプラスに転じていく。そしてなんとかこの悔しいマイナスからプラマイゼロに持っていくしかないかなというふうに思っています。23年4年前に考えもしなければこんな重荷になる必要は全くありませんでした。太陽光発電、23年経って分かった重たい現実。実際には分かったというよりは、押し寄せてくる余儀なくされる現実と言った方が早いではないかとも思います。あの頃はまだ私も若かった。太陽光で分かったことは、慎重に決めなければならないこと。時代の流れ、状況も読み込みながら決めなければならない代物。自動車の購入よりもずっと後々まで尾を引く荷物であり、時にまたゴミでもあること。周りの人が情報がどう言おうと、簡単に手を出すべきものではない消費財だということがはっきり分かりました。いかがでしたでしょうか。参考にしていただけましたでしょうか。私の実際の経験も含めて、もし参考になれば、次の何かの役に立てればとも思いました。よろしければ、良かったなと思えた方はぜひいいねボタン、またチャンネル登録などをお願いいたします。
それでは最後までご視聴ありがとうございました。